この三枚肉で手軽にできる、これをぜひ見ていただきたいと思います。こんにちは。トゥーランドット我流居の脇谷裕二です。よろしくお願いいたします。今回はですね、黒酢の酢豚をご紹介させていただきます。見てください。手軽に美味しく作れるこの黒酢の酢豚はなんと豚のバラ肉を使うんですね。もちろんロース肉、肩ロース、どういうものでも大丈夫ですが、とてもジューシーに冷めても美味しくなるんです。それが一つのポイントです。家庭でこの三枚肉で手軽にできる、これをぜひ見ていただきたいと思います。まず最初にこの豚の三枚肉はしゃぶしゃぶ用ですとかすき焼き用とか、どんなもんでもいいです。薄い方がどちらかというと歯ごたえと食感が違ってきます。まず塩です。このようにお塩パラパラパラと全体的に拭き、それと胡椒です。これもパラパラパラっとこんな風にしていきます。それでですね、面白いのはこの豚のバラ肉をこのように、いいですか、ランダムにくる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 っとこういう風にしていくわけです。こんな風にしてみてください。一つのバラを斜め横にしてこのように丸めていくというやり方が一番ですね、食べた時にちょうど層になるような感じなんですね。こんな風にしてみてください。これの良さというのは、断面を切った時にミルフィーユ状になるような、それがこの柔らかさの秘訣になるんですね。そうしましたらもう一度手でですね、このようにボール状にして、これで一つのこのように整えてあげるということが大切です。はい、このようにお肉を丸める、これが塩コショウしてからの1番目。2番目はですね、ここに卵、全卵です。それとお水入ります。そこに片栗粉、それと小麦粉、これをこのように混ぜます。混ぜて混ぜて混ぜて、この時にですね、一気に粉を入れすぎない、2回に分けて入れる方が失敗はしないでいいと思います。混ぜてください。お肉の種が完成になります。今回の動画を気に入っていただければ高評価、チャンネル登録お願いいたします。そうしましたらこの種をこのようにわーっとかけていただきます。全体的にかける。これをお肉に対してゆっくりと手で丸めながら、こんな形で油の中に徐々に最初は150度から60度ぐらいの目安にしていただければいいと思います。はい、中火でゆっくりと開けて、このように回し入れる感じです。回してお肉全体が火が入るようにしていく。その間にソース作りです。ご家庭に皆さんある黒酢というのは、一般的に日本の黒酢というのはこのような色です。こちらは中国のチンジャンスと言いまして、お魚料理やお肉料理に使われるお酢なんですね。どちらを使っても大丈夫です。手に入ったらうちではこの黒酢でも、手に入らない場合は日本の黒酢でも大丈夫です。そこに合わせ調味料のお醤油、黒酢、それと白のお酢、それにお砂糖、このように入ります。そこでお水、これを混ぜてお砂糖とお水と黒酢と白酢を合わせる。ある程度合わせたところで、こ
今度はケチャップです。これを本格的に作る場合はさんざしの実、そういうものを入れたりフルーツを入れたりするんですけど、手軽にできるソースの中では一番これが早く美味しくできると思います。付け合わせの野菜はどんなものでも大丈夫です。今回は淡路の玉ねぎですね。これをスライスにしてあるものです。このように玉ねぎをスライスにしたものを周りに引きます。酢豚と玉ねぎっていうのは相性がいいですよね。あればですね、このようにパプリカを細切りにして色合いを華やかにさせる。こんな風にする。あるお野菜どんなものでも大丈夫です。イメージ的にはこんな風にしていただければと思います。色合いに青みをほんの少々。こんな感じですね。このように揃えてください。そうしましたらそろそろお肉がいい感じに火が入ってきています。もう皆さん音がチリ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 言ってますよね。中の水分がちょうど火が入ってジューシーになり、表面が見てください、カチンカチンの状態です。このカチンカチンにさせる、それには一度ここでお肉を取り出します。今でも硬いんですけど、さらに美味しくするためのポイントとしては、これを一度取り出し油の温度を上げる、このひと手間が美味しくさせるポイントの一つです。そうしましたら、今先ほど160度170度で揚げておいたお肉を今度は180度に上げて一気に入れます。そうしましたらこれをすくい上げて取り出し、この揚げた鍋に先ほどの作ったソースを入れます。ここで入れることによって一気にこのソースが黒酢のツーンというその酸味を少し飛ばす。このように回すことによって砂糖がよく溶けて、このぐらいのとろみがもう出てます。このとろみにほんの少量の水溶き片栗粉です。小さじ1に1のお水を入れて、少々このように半分ぐらいの目安で入れます。それでとろみの硬さを調節する。ここです。このくらいですね。押すとものによっては硬さが変わってくるので注意。それで先ほどのオイルをほんの少し化粧油として入れ、揚げているお肉を入れて、あとは回しこんな感じでお肉に絡ませる。これであっという間にツヤと香り、これでソースを上からかける。これでプロの技の酢豚の完成です。熱々を食べても美味しいですし、冷めても美味しいです。ぜひ皆さん作ってみてください。それでは編集長、ぜひ召し上がっていただきたいと思います。このようにお肉をこうやっておいて、そこでお野菜もやっておきます。まずお肉の方からぜひ味を見てください。いただきます。
どう見てもでも肉のお団子にしか見えない感じ。そうですね。見た目は、びっくりしましたね。かじっていただくとジューシーで、お肉の層が柔らかいですよね。中に空気が入ってるんでふわっとしてますね。そうですよね。これは若い方からお年寄りまで、また冷めてもですね、こんな感じで食べていられるっていうのがね、特徴だと思います。このふわっとした食感、食べてみないと分からないんですよね。そうです。見た目はなんかお団子みたいに見えるんですけど、3枚にくるくるっと回した技があるかなという感じがします。ありがとうございます。で、お肉を食べた後にこの玉ねぎですとかね、お野菜はどんなものでもいいんですけどね、ちょっとこうやって箸休めっていうか食べるとバランスもいいですよね。どうもありがとうございます。ありがとうございます。皆さん、トゥーランドットでは旬の食材をたくさん取り揃えております。アラカルトでいろいろなものを召し上がっていただけます。チャーハンからお蕎麦、天津、いろいろなものがありますので、ぜひいらっしゃってください。また、脇谷裕二の裕二チャンネルもぜひ見てください。